そのレイジーをやっぱ辞書で調べると怠けたとか怠惰なとか、うん、怠惰ななんていつ使うみたいな。今日私怠惰な気分なんだよねっそうて。そうそう。ね、他の趣味で読書が好きって言ってたんですけど、うん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 。どんな本を読みますか？今読んでるのはね、存在の耐えられない軽さ。それは小説？小説、チェコの作家の方ですね。あ、じゃあ翻訳したものをそうそうそう、翻訳したもの。どうですか？面白いですよ。なんか、結構、なんて言うんだろう。恋愛っていうか男女の関係もいっぱい出てきてて、ああ、そうやって考えるんだねって思って。いいですよね。小説はもう無限ですよね。何考えても何書いてもいいから、ファンタジーが面白い。うん。そうですよね。まあ多分その皆さんね、個々人では頭の中いろいろやってるんだろうけど、わかんないじゃないですか。うんうんそれがやっぱわかるからね、一人分っていうかその作品の中の分は、うんすごい面白いです。うん。なるほど。じゃあ今回それは小説フィクションですか？まあそうでしょうね。でもチェコの話だから、あと政治的な状況も出てくるから経験も含まれてるのかもしれないですけど、基本的にはフィクションだと思います。うん。なるほど。じゃあいつもその小説を読みますか？でも何でも読みますよ。うん。なんて言うんだろう。なんて言うんでしょうね。ノンフィクションノンフィクション？物事の仕組みみたいなやつとああ、か。実用書とかですかね。違う。でもあんまり実用的ではないんだよどんな。そなこのとですか？物理の話とか。ああ、それ実用うん、書って言わないですか？科学の本とか、なんて言うんですかね。わかんうん。ないけど。うんとかうん。もだへえ。し、お金の話とかも読むし、うんまあもちろん音楽の話も読むし、うん。小説だと村上龍っていう作家が若い時はすごい好きでした。あ、へえ。何でしたっけ？限りなく青に近いうん。ブルーみたいな。限りなく透明に近いブルー。友近いブルーだけ。青に近いブルーってそうだ、青一緒。じゃん。本当だ。本当だ。全部青でしたね、それ。全部青でしたね。透明に近いブルーですね。はい。はい。私も多分読んだことあります。覚えてないけど、若い時読みました。そうですね、それが有名です。いろんなのあります。なんか村上さんっていうと多分外国の方は村上龍さんも有名ですけど、春樹さんの方がうんうん。知られていますよね。そうですよね、国際的にもなんか有名ですよね。春樹さんはね、あんまり読んだことないんですよね。私は多分代表的なのはほとんど読みました。私今度、うん。もしかしたら名古屋に行くかもしれなくて、長野に行く前に名古屋を通るんです。あ、新幹線とかで。そう。で、ちょっと名古屋で一泊しようかなと思ってて、もし名古屋で観光するとしたら、どんなところがありますか？それはもう一番難しい質問なんですあ、けど、そうなんですか。なぜかっていうと、名古屋はね、観光地はあんまりないんです。なるほど。へえ。でも僕が関東に来て逆に思ったのが、名古屋の水族館と動物園はすごい良かったなと思いました。あ、へえ、そうなんですね。やっぱ大きいとか。そうですね、大きくて充実してると思います。うん。だからそういうのが好きなら水族館とか動物園もいいかな。うん。あとレゴランドとか。あ、へえ、評判が悪いと聞きましたけど、行きました？いや全然行ったことない。僕が行ったことないけどおすすめ。名古屋を出た後なんで、あそこにしかないものっていうと、レゴランドか名古屋城なんですけど、名古屋城もそうですね、名古屋飯が一番いいんじゃないですかね。名古屋飯は味噌カツなんだっけ？味噌カそう、ツ。味噌カツとか味噌煮込うん。みうどんとか手羽先、うん。きしめん、天むすって感じですね。あ、天むすも名古屋なんですか？
一応名古屋名物らしいですよ。ここにもあるからどこでもあるのかと思った。名古屋なんですね。まあね。いやでもその名古屋だから何ですか、天むすのソースが味噌とかですか？いや多分天むすは普通の天むすだと思う。わかりました。逆に香川にもあるんですね。はい、ありますよ、天むす。はい、ある。パクったのかな。すいません。いやいやいやでもその名古屋城ちょっと興味があって、名古屋城の特徴はシャチホコでしたっけ？なんか金のシャチホコですね。それをちょっと見てみたいかも。ちなみに河村市長金メダルをかじってすごい怒られてるじゃないですか。あの人すみません、名古屋の方だったんですか？名古屋市長なんですけどちょっと前に金のシャチホコもかじってたらしいです。ちょっと汚い、やめて。なんかその交換かなんかするときに多分かじったのかな、かじるのが好きなのかな。かじる癖がある子供みたいだね。そうだったんですね。名古屋の市長さんだったんですね。誰だろうと思ってて。あの人はちょっと癖が強すぎる。じゃあ名古屋に行ったら河村市長のことを思い出します。思い出してください。怒られてたなって。日本の旅行もお好きって言ってたんでおっしゃってたんですけど、どこかおすすめとかどんな旅行が好きですか？昔はもっと若い頃は青春18切符を使ってましたけど、それでどっからどこだっけ、名古屋から山口県とか行ったりもしてましたね。名古屋から山口、なるほど。一応外国人の方多いので説明しますね。青春18切符っていうのは普通列車、ローカルトレインですね。普通列車が1日決まったお金で安く乗れる切符です。チケットです。で、多分2500円とかですよね、1回1日。大体そのぐらいかな。で乗り放題ですね。そう、貧乏学生には優しい。そう、むちゃくちゃ遅いですよね。でもちょっと惹かれるかもしれないですけど、私東京から香川まで使ったことありますよ。すごい。それ1日じゃ無理ですね。行けます。はい。すごい。はい。行けましたよ。でも結構朝早く出て結構終電で着きますよね。はい。でも行けますよ。で、私ももしこの香川、私が住んでいる四国の香川県から、長野に行こう、松本っていうところまで行こうとすると、1日で行けますよ。結構名古屋と東京を行き来してたことがあって、その時に青春18切符を使った時もあるんですけど、それでも結構長いなって思ってたんだけど、まだまだ名古屋から香川までありますもんね。ありますよ。すごい。でも多分おそらくですけど、関西から岡山とかが案外近いんですよね。静岡が長いんですよね。確かに。でもあそこいいですね。静岡だと富士山が見えるじゃないですか。見えます。あれいいですよね。ゆっくり。今僕海のそばに住んでるんですけど、神奈川県の海に行くと天気のいい日は富士山が見えます。いいですね。あとさっき旅行の話に戻るんですけど、温泉も好きっておっしゃってましたっけ？温泉も好きですか？好きですね。好きです。おすすめの温泉ありますか？でもね、ずっと名古屋にいたのでゲロとかしかあんまりわからないんですよね。ゲロ温泉？ゲロラリルレロ。そんな発音なんですか？パッと聞くとすごい名前ですよね。そうそっちなんかあれ思って聞き間違えた。いや、そうなんです。ゲロ温泉。そう。ゲロはピュークとかボミットのことですから。はい。それの温泉ってすごいよねって感じですよね。普通の温泉ですよね。名前がすごいだけで。そう、なんなんだろうね。名前の由来わからないんですけど、もう昔から子供の時からその名前聞いてるから慣れちゃったけど。そっか。そのお湯の感じはどうですか？透明ですか？
透ブルー明ですか？でしたね。あ、透明ちょうど。でした。そっちの方も温泉ありますか？そうですね。私の県もあるんですけど、有名なのは道後温泉って言って、隣のうん。愛媛県にある温泉が有名ですね。あの多分最古の温泉、一番日本で古い温泉だと思います。すごい。うん。で、千と千尋の舞台になったとも言われています。じゃあ、ああいう感じの街があるんですか？うはい、温泉街があります。ーん。うん、いいですね。本当は四国に旅行に行くのは夢ですね。うん、いいですよ、四国。ううーん、ん。うんうん、温泉もあるし、山もあるし、私も海の近くに住んでるんですけど、海もあるし。うん。うん、ね、なんか瀬戸内海、香川って瀬戸内海側ですか？うん、そうです。だとだいぶ穏やかそうですしね。うん、本当に穏やか。まあ、反うん。対側に行くとサーフィンができるんですけど、こっち反対っ側は、て太平は洋側？うん、そうですね、高知とか徳島県あの方に行くあ、と。うん、うーん。じゃあサーフィンができないぐらいの波なんですね、そちらが。こここは全然できないですね。だから逆にシーカヤックとかできます。ああ、うん、漕ぐやつですね。はい、漕ぐやつ。普通漕カヤッぐやつ。クって漕ぐやつ。カヤックはね、湖とかでするのが一般的なんですけど、あ、そうカなんだ。ヌーとかカヤックとか、はい。うん。でも、ここは穏やかなので、海でもできます。この辺の海にもよくいますね。へえ、漕ぐやつ、うん。漕ぐやつ。漕ぐやつ、漕いでます。へえ、波はあるんですか？なんか、この辺の波、いわゆる湘南っていうところなんうんですけど、サーフィンが結構有名なんですけど、うん。うん。波全然ないんですよね。あ、そうなんですね。えー、そうなんですか。なんかすごいサーファーがいっぱい集まるイメージ。そう、サーファーはすごい多いんですけど、うん。はい。波はすごい穏やかなので、うみんなん。浮いてます、大体。あ、そうなんですか。全然イメージと違う。なるほど。でもちょうど今日海に行ってきて、そこにそのうん。湘南、この地域の昔の写真がいっぱい展示してあったんですけど、うん100年ぐらい前に、板子のりって言って、板うん。に子供の子を描いて、板うん子のりっていうん。うサーフィンの原型みたいなやつをへえ。やってる写真があって、うん。なんか明治時代の白黒の写真で、もう本当にただの四角の板を持ってそこに乗ってました。そう。その時からやっぱり人間は楽しさを求めて自然と遊んでたんですね。ね、乗りたくなるんでしょうね、う波見ると。ん。うん、面白い。サーフィンをしますか？サーフィン早くしたいんですけどね。ああ、したい。うん。うん。この辺りに引っ越してきて1年ぐらいで、まあ、もうそろそろ来年の夏に向けてやりたいなと思ってます。それは何を待っているんですか？なんだろうね。うん。わからんけど、なんかバタバタしてたからいろいろ、今日はジャズピアニスト、作曲家の山田亮さんに来てもらいました。本当にありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。山田さんはYouTube もやっているので、よかったらチェックしてみてください。はい。ぜひお願いします。はい。